ゴリアテチャンネルはい。これで今日が3月26日で営業終わりで、もう深夜なので12時回ってもう27日ですね。27日の0時53分、はい、夜中やってます。はい。またコロナの話かって感じになっちゃうんですけど、ちょっとこれまでの経緯を話すと、3月2日にまず第1回目のコロナのことについて話した動画を上げて、でその時は学校休校になりますとか、いろいろ自粛してくださいっていうことで、お店のキャンセルがバーッと続いて、でもちょっとまずいってなって、でケータリングやりますっていう話をしたんですよね。で結構ケータリングもね、ちょこちょここう予約をいただいて、そうおかげさまで、はい、何個かね、多分常連さん、の方ばっかりやってもらってて、いろいろ助けてくれようとして頼んでくれている方もいるし、ちょうどよかったっていう感じで頼んでくれてる方とかもいて、ちょこちょこやらせてもらってて、でその後、ちょうど1週間前に動画を上げた時はそのケータリングちょこちょこもらってますっていうのと、あとはキャンセルが続いてたんですけど、56人ぐらいのグループだったら来てくれるお客様がちょっと増えてきたっていうことをちょうど1週間前、19日かな、に話したんですけど、で、昨日今日での東京でのその小池知事とかの話で、いろいろちょっと自粛しましょうっていうことになって、ここは名古屋ですけど、一応余波も来るだろうなっていうことで、じゃあちょっとどうしましょうっていうことを今日はお話ししたいんですけど、結局その、もうねだいぶコロナも収束気味かなっていうところに、対して突然やっぱり東京であんだけコロナに感染している人がたくさん出ましたっていう情報で、やっぱりこれはすごい落差があるので、やっぱりちょっとまだ自粛しないといけないかなっていう、ちょっと流れにはなるかなっていう感じがすごく感じられるので、そこでちょっとなんかねやらないかなっていう、だからもう先週だと、若い方とか、元気な、持病を持ってない元気な方だったらいいんじゃないぐらいのことを話してしまったんだけども、そういう雰囲気もちょっと今はちょっとなくなっちゃったかなっていう感じもするんで、本当これいつまで続くのかっていうところになってきて、もうねオリンピックもちょっと延期になっちゃったから、下手するとオリンピックやる予定だった7月8月まで、もっと行くかもしれない、そうすると本当出口が見えないっていう状態で、うちね小さいお店だからまだねちょっとずつなんとかだけど、大きい店とかもう本当多分すごい大打撃なんで、多分このままだと飲食店が大量にもうなくなっちゃうっていう、そういう流れなのかなっていうのは、それでも来てくれるお客様はいらっしゃるし、でもかといって来てくださいとも言いにくいこの状況で、なんかそうやって国がねすごいね無担保で金利も安くお金貸しますよって言ってるけど、結局ね返さないといけないお金だから、そうだから返さないといけないし、すごい薄くこう金利が乗ってるとはいえ、乗ってることは乗ってるから、結局金利少し乗っけて返さないといけないっていう状況で、結局何も解決してないっていう、解決しないのね、状況だもんで、海外みたいに閉めてなんかこう助成金か何かくれるっていうんであれば、生活できるだけのお金を出しますよっていうふうであればいいんだけど、ちょっとね日本はそれ、個人の飲食店に関してはそれは全くない状態、そうだからそれをねちょっと、でもなんかね自分らで対応していかないと、もうなかなかその時難しくなる、これからなるんじゃないかっていうのを考えていて、そうで今もううちもね登録してるけど、私がその SNS でつながってるその東京の方がキッチハイクさんっていうアプリをやって、なんていうのかな、食通の方とお店をこうマッチングするアプリをやってる
方が飲食店を応援するっていうプロジェクトを始めてるっていうのをこう SNS で教えてくれて、でツイッターの方にうちのお店を紹介してくれて、そこで載せてくれてるんですけど、その話は。そうね、キッチンハイクちょっと、簡単に説明すると、関東で主に結構広がっている、プラットフォームで、食を食べることが好きな人とか飲むことが好きな人がこう、集まって、でどっかのお店で集まって、もしくは個人のお店でもいいんですよね。個人のうちで集まって、食について、美味しいものを食べながら話すっていうような、そういうような、プラットフォームなんだけど、ちょっと概要欄貼っとくんで詳しくは見てもらえばいいとは思うんだけども、そこで、そこの主催代表の方が、飲食店を応援しようっていう。そうちょっとこのままだとね、飲食店がね大量になくなっちゃうんじゃないかってことで、応援しようっていうプロジェクトを始めて、でそこでやってるのが、今は国とかその会社からちょっと自粛してお店行くのやめましょうねって言って、今は行けないけど、後に行けるようにってことで、ただその今ねお客さん少なくて、で行きたくても行けなくて、お金使いたくても使えないって状況で、もしかしたらやっとねこうコロナが落ち着いて行こうと思った時にお店がなくなっちゃってるっていう可能性がある。そんな時のために今のうちにそのチケットを買って、で後々に使える、チケットを買って今買っといて、で飲食店さんに今利益を上げてもらってなんとか存続してもらおうっていう、そのような今月買ってもらえば今月の利益になるってね、そのお店としては利益になるんだけど、そのお客さんは、今のところそのキッチンハイクさんの方で6月いっぱいまでそのチケット使えますよってなってるんだけど、多分この状況だと多分それも伸びる可能性が結構高いかなとは思ってるんですけど、それだから夏とか真夏以降とかに例えばその一口大体3000円ぐらいで売ってるんで、今払ったけど後に来た時に3000円引きで、飲食できるっていうことなんで、誰も損しないシステムそうね、やっぱりね、自分の、ね、好きなお店がねなくなっちゃうってすごい悲しいことだし、やっぱり知り合いのお店だったり友達がやってるお店とかねなくなっちゃったらちょっとねやっぱ寂しいんで、お金を寄付するわけじゃなくて、今ちょっと先に払っときますよっていう、そんな意味、そんな感じかな。うちのお店を東京の方がツイッターでここのお店が困ってるんでつなげてくださいということでこう推薦してくれて、今キッチンハイクさんのアプリに載ってるんですけど、同じように自分がもし応援したいお店があれば、そのキッチンハイクさんのツイッターにここのお店を応援してあげてほしいですっていうことを言えば、キッチンハイクさんの方でつなげてくれると思うので、ぜひ自分の大好きなお店とかあれば、乗っけてみんなで応援してあげたらいいのかなと。本当ね、好きなお店がなくなっちゃって本当それは悲しいことがないんで、なんでみんなちょっとね助け合いっていうことで、やってもらえると飲食店もまだちょっと首の皮一枚立ってねつながっていけるかなって。あとね他にもねクラウドファンディングやってるお店とか、たくさんあったりとかしてて、やっぱり有名店は比較的お金が集まりやすい、歴史あるところとか、ファンがたくさんいるところっていうのはやっぱりクラウドファンディングやってもすぐにお金が貯まる。大体1万円ぐらい出すと1万2000円ぐらいの金券で返しますよみたいな、のあるけど、やっぱり小規模でやったりとか、あんまり歴史がないところとか、あんまり売れてないようなお店は、なかなかお金を集めることが難しい。で他のね、例えばクラウドファンディングにもまとめて飲食店を助けましょうみたいな感じで、例えば500万なら500万集めて、それを登録してくれた、飲食店で分けると。で少しでも足しにしてもらえばいいっていうクラウドファンディングもあるんで、いろいろクラウドファンディングね検索してもらうと多分今そういうのがいっぱい入ってるんで、
ぜひねちょっと飲食業界がちょっとまあね他の業界も多分すごい大変だと思うんで、まあ、クロワなんだけどねその飲食店以外にもそのイベント、イベント関係も載ってて結局イベントでめちゃくちゃ損失出てて。でちっちゃいイベント会社さんとかもすごい大変みたいなんで、そこでちょっと協力して、まあ、例えばねそういう自分が好きなアーティストさんをよくやってるこう運営しているイベント会社さんにちょっと協力しようかとか、まあ、結構いろいろあるんで、まあ、ここは本当にね少しずつ助け合いして、まあ、ちゃんとバックもあるんで、まあ、いつかは使えるものなので、まあ、いつか行くなら、まあ、今ちょっとみんなでお金出し合って助けましょうっていうことがいいんじゃないかと思うので。まあ、ぜひぜひ皆さんでちょっとね助け合って僕らも助けてもらうばっかりじゃなくてね助けることもしていかないといけないんでそうね、なんでまあお互いね助け合いをやっていってまあなんとかこのね今のコロナの苦しい時期を乗り越えればいいかなと思いますということで、はいまあ、ちょっと長々とありがとうございました、はい、また近況報告しますので、はい、今日はないですか？最後まで出てくれた方に最後まで出てくれた方にああそうです前回やったやつそうです最後まで出てくれた方にそれだってねやってくれたそうこの前ね来てもらった人にね合言葉を言ってもらってちょっとサービスしましたんで今日もなんかじゃあなんか今日は合言葉とかにしようかな、じゃあ合言葉は厚揚げくんで厚揚げくんファンが結構ねいるんで厚揚げくんに会いに来たそう厚揚げくん厚揚げくんに会いに来たっていうお客さんもいたりとかしたんで厚揚げくん基本ランチなんでね合言葉は厚揚げくんっていう言葉をスタッフに言ってもらえればなんかサービスしますんで、はい、お待ちしてますんで、はい、ということで今日はここまでではい、じゃあバイバイ